皆さん、こんにちは。今日は誰しも一度は経験したことがあるかもしれない。がっくりとした状態を表すことわざ、青菜に塩についてお話しします。この言葉は、元気だった人が急に元気をなくして、しおれてしまう様子を指します。生き生きとしていた緑色の野菜に塩を振りかけると、みるみるうちに水分が抜けて、ぐったりとしなびてしまいますよね。その様子を人間の心理状態に例えた、非常に視覚的でわかりやすい表現です。なぜ野菜がしおれるのか、資料ではその仕組みについても触れています。青々とした葉に塩をかけると、浸透圧の関係で脱水が起こります。塩分の薄い方から濃い方へと水分が移動してしまうため、葉は張りを失ってしまうのです。この自然現象を人間に当てはめたのが、このことわざの見出しの部分です。歴史を紐解いてみると、意外な事実が見えてきます。実は、江戸時代全般には、なめくじに塩という言い回しが対句的に使われることはありましたが、青菜に塩自体がことわざとして定着し、頻繁に用いられるようになったのは近代以降のことだと言われています。特に明治時代以降には、言葉遊びの要素も加わりました。青菜に塩と、しょんぼりする意味の塩塩を語呂合わせした青菜に塩塩といった言い回しも見られるようになりました。江戸時代にはあまり使われていなかった表現が、近代になってから私たちの生活に馴染んでいったというのは興味深いポイントです。当時の風刺雑誌、東京パックなどには、お酒によって勢いのあった人が、一転して酔いが冷めて惨めな様子になっている場面を、この言葉で描写している例があります。一時の勢いが嘘のように消え去ってしまった、その落差を表現するのに最適な言葉だったのでしょう。現代の私たちも、仕事でミスをしたり、期待していたことが外れたりした時、まさに、青菜に塩の状態になることがあります。しかし、野菜が水を与えればまた元気になるように、人間も休息やきっかけがあれば再び活力を取り戻せます。もし周りに、青菜に塩のようにしおれている人がいたら、この言葉の由来を思い出しつつ、そっと寄り添ってあげてはいかがでしょうか。今日のテーマは気に入っていただけましたか？よかったら SNS での拡散、チャンネル登録、高評価をお願いします。また、今度、好奇心の図書館でお会いしましょう。